1084話のビビのシャツに書かれたタイガーという文字が話題になりましたね。今回は空白の100年の動画の続きと絡めてタイガーの話をしていきます。動画の後半では現時点では結論にまでは至りませんが、極めて重要だと考えていることを話します。もしよければ最後まで見てくださいね。では行きましょう。こちらの動画で説明していますので細かい説明はしませんが、ワノ国編に隠されている言葉遊びを解くと、光月すき焼きが集めていた美少女こけしはセーラームーンとなり、おそばマスクはタキシード仮面となります。そしてデイビーバックファイトの控室にあるカツラは月から来た王のヒントであるとお話ししました。今回は本命である美少女戦士ルフィムーンのカツラの話です。ルフィムーンのカツラはご覧のようにツインテールですよね。ここで思い出してほしいのが、紫の呪いの動画内でお話したストロングワールドの桜の木の上にいた青い毛並みの虎です。この虎、尻尾が2本あるのでツインテールなんです。ちょっと強引に感じるかもしれませんが、青い髪、虎が揃うキャラクターはセーラームーンと同じく月から来た王のヒントとして考えます。では髪が青く虎のイメージがあるキャラを紹介していきましょう。1人目、フランキー。フランキーは未来国バルジュモアにて虎の毛皮をかぶっていましたよね。以前にもフランキーは髪型で月から来た王を表しており、サイボーグも月の王のヒントだと考察しています。2人目、バギー。バギーはツインテールであり、まさにというキャラなのですが、では何が虎なのかというと、張り子の虎です。張り子の虎には首を振るだけの主体性のない人という意味の他に、虚勢を張る人という意味もあります。バギーはインペルダウン以降虚勢を張り続けていますし、バギーズデリバリーの本社があったのはカライバリ島ですからぴったりです。3人目は当然ビビなのですが、なぜビビが虎なのでしょうか。一番言われている説はおそらくビビとリリーが瓜二つであり、リリーにピーターパンのタイガーリリーのオマージュが込められているからというものでしょう。ピーターパン好きの小田先生のことですから、タイガーリリーは意識していると思います。タイガーリリーはフック船長の命を狙っており、フック船長イメージのクロコダイルを倒そうとしていたビビはまさにタイガーリリーです。さらにもし800年前のアラバスタの王女リリーがビビとウリ二つであるとするなら、セーラームーンとの奇妙なリンクが出てきます。これはピーターパンの原作にはない世界名作劇場オリジナルのストーリーにはなるのですが、タイガーリリーにそっくりな少女ルナがダークネスの魔法によって魔女に変えられてしまうという展開があります。同様にセーラームーンでは地球の預言者ベリルがクイーンメタリアに憑依されクイーンベリルになってしまいます。これらは僕が以前から考えていたイム様が誰かに操られているというイメージと合います。さらに僕は以前の動画で預言者ベリルの声優をされていたハン・ケイコさんが予言のような時世の句を読んだ光月時の声を担当されたことに注目しました。小田先生が声優さんにまでこだわっていることは周知の事実ですから、イム様の声優にも当然仕掛けがあると思います。僕はイム様を操る者にはネズミと黒猫のイメージがあるとこれまでにも言っているのですが、ハン・ケイコさんがセーラームーンで声優を担当された黒猫の名前がルナです。セーラームーンとピーターパンを同じキャラを表すヒントに混ぜてきたのはこういった理由からかもしれません。さらにタイガーリリーとルナから考察を進めますが、ルナに対応するイム様の顔がビビとウリ二つであった場合、ビビのイメージナンバーが 5.5 であったことにも意味が出てきます。5.5 といえばインペルダウンレベル 5.5 の女王イワンコフですが、頂上決戦の時イワンコフの頭の中で稲妻が赤ワインを飲んでいましたよね。ドラキュライメージのミホークの好物が赤ワインであったり、吸血コウモリやヒルのイメージがあるヒルドンが赤ワインを持っているように、赤ワインには血のイメージがあります。これを頭の中で飲んでいるということは寄生しているイメージなのだと思います。イム様の頭の中に寄生しているという考察はクセガールさんがとても進んでいるのでぜひ見てください。ワノ国の地図が脳みそにしか見えなくなりますよ。さて話を本題に戻しますが、リリー王女とイム様が瓜二つであった場合、完璧と言えるほど辻褄が合いますね。ただしかしですね、僕はナミとイム様が双子であるという説には絶対的な自信を持っているんですよ。絶対にまだもう一人いないとおかしいんです。リリーが登場したことでその辺がわからなくなったので、前回から特定の名前を使っての考察を一旦やめました。それでも理解できるような考察を出していくつもりではありますが、少々分かりにくくなる点は許してください。では考察を続けます。一見ここまでの考察だけでもビビのシャツにタイガーと書かれていた理由になる気もしますが、これだけでビビを虎と考えるのは少々オマージュに頼りすぎている気もします。
ということで他の観点からも考えていきますが、これを説明するためには緑の中戸井さんが導き出したビビイコール13のゴリラというイメージを使う必要があります。初めて聞く人は何のこっちゃと思うかもしれませんが、ビビには13とゴリラのイメージが関連付けされているという風にだけ覚えてください。中戸井さんのこの考察はめちゃくちゃ万能なので騙されたと思って見てみることをお勧めします。それでは早速使っていきますが、アラバスタ王国に向かう途中のリトルガーデンでサンジがアンラッキーズと対峙した時に、どう見てもラッコであるミスター13のことをメガネザルと言っています。さらにどう見てもハゲタカであるミスフライデーのことを巨大ニワトリと言っています。ワンピースではこういう言い間違いみたいなものは全てヒントになっていると以前にお話ししましたよね。13のことを猿、金曜日のことをニワトリと言っているのはどういうことかを説明すると、13の猿はもちろんビビ、金曜日が表す金星は英語でヴィーナスであり、ローマ神話のヴィーナスは肉体の美と性愛の神です。ネフェルタリビビには美しい人という意味があるそうですし、ビビのイメージは白、金です。金といえば金曜日のことですから、ビビイコールニワトリということになります。僕は以前からニワトリイメージの人物を三角形の中から解放することで世界に夜明けが来ると考察していますので、ビビにそっくりな人物を解放するというヒントなのだと思います。次に立ち寄ったドラム王国では、サンジがウサギのラパーンのことをゴリラかよと言っています。ウサギイコールゴリラということになりますが、ウサギは月から来た王のイメージ動物ですから、ビビが月から来た王と瓜二つである可能性が上がります。さて、ここでもう一度ストロングワールドの青い虎に注目してほしいのですが、尻尾が2本ある他に足も6本あります。この特徴、顔に若干の違いがありますが、これは日本の妖怪の雷獣の特徴と一致します。僕は月から来た王は雷のイメージがあると以前から考察していますので、これとも合致します。少し分かりにくかったかもしれませんが、ビビのシャツにタイガーと書かれていた理由は、ビビと月から来た王が瓜二つであるということのヒントなのだと思います。ここで一つ注意していただきたいのは、現段階でビビとリリー王女が瓜二つと言っているわけではないので、お間違いのないようよろしくお願いします。それではここから前回の続きと青い虎を合わせて考えていきます。これまでの動画で空白の100年には婚約詐欺、恋泥棒、恋人の裏切り、思い、隕石衝突が関係していると考察してきましたが、では重いイメージの隕石を受け止めたのは誰なのでしょうか。これは誰もが想像しているように先代のニカであるジョイボーイだと思います。僕はタライ海流の地底の下にあるラフテルにジョイボーイが仮死状態になっていると考えているのですが、前回の動画で話した隕石と思いのイメージがあるミス・バレンタインは、地面の下にうずめてあげるわと言っています。うずめるとは埋めると同じ意味です。ジョイボーイは地底に埋まっていると考えると、ブルックの奇妙な歌にも意味が出てきます。運命ても運命ても帰ってくるよバイタリティ、コープス、カモンと歌っていますが、これはジョイボーイのことを歌っているのだと思います。ブルックのこのポーズ、まるでニカのようですしね。ブルックはジョイボーイのヒントキャラでもあり、T ボーン中将とのリンクキャラでもあるのですが、T ボーンの動画に入れるのをすっかり忘れていました。ほら、ジョイボーイが三角形の中にいることも表している。さらに藤虎に地獄に落とされた彼もこのポーズ。やはりジョイボーイが思いを受け止めたのが NES ロビーだと考えて良さそうです。そしてさらに思いを考えますが、地中に埋まる思いといえば、ローラとシフォンの父であるパウンドもその一人です。パウンドには重さを表す意味と、格闘技でマウントを取った状態からの上からのパンチという意味があります。パウンドはビッグマムの25番目の夫ですから、語呂合わせが2課になりますし、パウンドが埋まっていた理由がジョイボーイのヒントである以外に思いつきません。ではパウンドはジョイボーイのどんなヒントになっているのでしょう。一番に思い当たるのは双子の姉妹の父親であるということです。僕は8ヶ月前からナミとイム様が双子であると考察しており、ローラとシフォンはそのヒントキャラであると考えてきました。ということはイム様とナミはジョイボーイの子供ということになるのでしょうか。この件に関しては今後考えていきたいと思います。では NS ロビーの隕石衝突に話を戻しますが、ジョイボーイに思いをぶつけたのは誰なのか。それはおそらくワニと豚のイメージがある人物です。前回の動画でも話したサーブルスペサードという技を放ったクロコダイル。恋はいつでもハリケーンをイメージさせる嵐と思いを合わせた技をニカであるルフィに上から放っていますね。第600話の扉絵でもゾロが1トンの重りと間違えてワニを持っています。
ワニは重いんです。そして重さの攻撃の時に使われている単位はトン、つまり豚です。ワノ国でビッグマムはイノシシだと言われていましたから、大きいくくりで言えば豚です。ホールケーキアイランドでピンクの豚のビッグマムが太陽イメージのプロメテウスを落としたのもこのイメージかもしれません。案外見落としがちですが、これが結構重要だと思うんです。エニエスロビーは冬島と言われており、夜が来ませんよね。これはパンクハザードのようにロギアの能力者の影響でそうなっていると想像できますが、これってニカの能力ではないですよね。太陽の神ニカがエニエスロビーで戦ったからエニエスロビーは冬島になったという説を見たことがありますが、ニカの能力はどう考えても太陽とは関係ないように思います。カイドウとの対決がいい例で、カイドウの火炎太鼓の熱にルフィはあちと言い、火炎発見に対し溶けてたまるかと言っていますから、ニカが太陽の能力ではないですよね。頂上決戦の時の赤犬の言葉から考えても、火よりも太陽の方が上下関係がしたというのは変です。さらに変だと感じているのは、太陽イメージのプロメテウスはそもそもエルバフの村を燃やしていた炎に魂を与えたものです。エースの大宴会炎帝も炎の玉ですが、黒ひげは太陽と呼んでいます。つまりエニエスロビーが冬島になった理由は、ジョイボーイの他に炎の能力者がそこにいたことを表しているのではないかという予測ができますね。さらにイメージを深掘りしていきます。僕は小田先生が無数に張り巡らせたリンク構造を使って空白の100年のヒントを出してくれていると考えていますが、エニエスロビーの大穴を開けたもののリンクとして描かれているものには何があるのでしょうか。あくまで僕の主観によるチョイスになりますが、プルトン、エネルのエルトール、ライゴー、赤犬の流星火山、フジトラの隕石、ゼウスブリーズテンポ、ローのパンクチャービレなどにこのイメージが持たされていると思います。このうちプルトンの砲撃イメージはまだ明かされていないのと、ローのパンクチャービレはなぜ穴が開くのかよくわからないので抜きとすると、雷のイメージと隕石のイメージの2種類に分けられます。隕石といえばもう一つ、ガープのげんこつメテオ、げんこつ流星群もありますよね。赤犬の流星火山もそうだけど、なぜか隕石にはげんこつのイメージが持たされています。ちなみにですが、豚の大腿骨、頸骨のことを俗にげんこつと言います。さて、この雷とげんこつの共通点、それは後ろに落とすをつけると共に叱るイメージの言葉になるんです。雷を落とす、げんこつを落とす。もしかするとジョイボーイが誰かの愛を裏切り叱られるようなことをしでかしたのかもしれませんね。愛ある拳は防ぐ術なしです。というわけで今回はこれぐらいにしておこうと思いますが、最後に今回言っておきたい補足程度の話をします。補足1、前回の動画でジョイボーイのヒントはダイオウイカのダイダロスだという話をしたのですが、ラブーンの好きな食べ物がダイオウイカだったみたいです。クジライメージの青い星の中に飲み込まれているジョイボーイという考察にぴったりでした。補足2、前回の動画内で空白の100年に婚姻詐欺をしたのは詐欺のイメージの人物であり、その人物を解放することで世界に夜明けが来ると考察しているんですけど、後半の海の始まりである第601話の扉絵はナミとカジノで勝負している詐欺でしたね。タイトルは新しい世界の冒険の夜明けです。補足3、セーラームーンではクイーンベリルを倒すのはセーラーヴィーナスです。これをそのままワンピースに当てはめるとイム様を倒すビビとなりアラーバスターとなりますね。あとベリルとはエメラルドのことですから、ラフテル考察パート3で話したエメラルドはイム様の能力によるエメラルドタイムカプセルかもしれません。この話は次回の動画でちゃんとまとめます。補足4、青い虎つながりで話しておきたいのですが、勘十郎の能力でズニーシャに登るとき、ピンクの豚のような竜の背に乗って登りました。その竜之介にロビンはユリのような花を備えています。ユリはフランスのフルールドリスのイメージでしょうから、イム様のイメージがピンクの豚でしょう。そして後から登ってきたキーエモンたちは最初は猫で上がろうとしていましたが、最終的には青い虎で上がってきました。これはおそらく昭和のコメディ映画猫が返事で虎になるを表しています。ざっくりと言うなら、不老長寿の酒のおかげで誰も死なない老人だらけの街の話です。ズニーシャの上というのがレッドラインの上を表していそうですから、僕が以前に考えたビンクスの酒は悪魔の実を漬け込んだ不老長寿の酒という考察にも合います。補足後、リリーがタイガーリリーで隕石を落としたワニのイメージのキャラがフック船長だとすると、ニカであるジョイボーイがピーターパンということになりますよね。これを今に置き換えると、ビビがタイガーリリーで
クロコダイルがフック船長だとすると、フック船長が命を狙っていたピーターパンはルフィではなく白ひげということになりますよね。白ひげとの子供がいると主張するミス・バッキンガム・ステューシーの好きな食べ物はアボカドアイスクリーム。サディちゃんのビブルカードを見ると、悲鳴と書いてスクリームと読んでいますので、アイスクリームは愛の悲鳴、アボカドは漢字で書くとワニの梨、梨はなしと考えてゼロとすると、アボカドアイスクリームはミスターゼロであるクロコダイルの愛の悲鳴。何かのヒントなんだろうけどよくわからないので、今回の考察は以上にします。これからもちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。